どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画は株の企画でございます。こちら机の上がカオスな状態となっておりますが、 3D プリンターで試作品を作ってまいりました。3D プリンター云々に関してはですね、なんとか技研というチャンネルの方で上げていきますので、もうできちゃったよっていう話なんですが、 3D プリンター等々興味ある方はなんとか技研の方もチャンネル登録いただきまして、ぜひ見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。で、こちら1分の1サイズのスイングアームでございます。スイングアームといってもプラスチックなので強度はありません。取り付け確認用にプリントしてまいりました。ざっと説明すると、黒い部品は鉄で作ります。この灰色の部品はアルミで削り出します。 3D プリンターとはいえ、サイズに限界があるので分割してプリントアウトしてます。で、こんな感じで組み立てていきます。接着剤を使ったり、ものによってはネジ止めしたりして、動画を全部見ているわけじゃないと思いますので説明しますと、株のリアの足回りをユニットプロリンク化します。ユニットプロリンクって何やねんっていう話なんですけど、ホンダの開発したサスペンションリンクシステムでございます。で、それを株に搭載したいという企画になっております。で、なんで株に搭載したいかっていうと、リンク機構がかっこいいからっていう、それだけの理由でございます。性能云々っていうのはどうなるかは分かりませんが、とりあえずやってみたいからやってみるということです。で、リンク機構なんて設計したことがございませんので、こうやってですねプリントアウトしてですね、実際にアルミを削り出す前に、鉄を削り出す前に、パイプを曲げる前に簡単な方法で試作してやっていきたいということでございます。というわけで組み立てていきたいと思います。どうせ一発の試作でね、完璧なものができるとも思ってないんですが、なので接着せずにテープとかで固定してっていうのでもよかったんですけど、で途中でこれ設計変更したいから別のやつこれは使うみたいなしてもいいんですが、1回目なんで全部組み立ててしまいたいなと思います。ちなみにこういう感じでね、組み立てて接着していくって感じですね。もうなんかスイングアームっぽいでしょ、これだけで。設計はね、フュージョン360でやってですね、アセンブリ機能を使って動作はするっていう風に確認してるんですけど、やっぱね 3D そのデータ上はうまいこと言ってるけど、実際問題現物品を作る時にうまくいくっていうのはね、ちょっと距離感がありますよね。データができてるからってちゃんとできてるかどうかっていうのは、特に私素人でございますので、設計はなんですが、こういう風に 3D プリンターで試作ができてくるってなると、データと実際の作成の距離感がね、だいぶね近くなるというか、非常に簡単になりますよね。テストピース株のフロントで削り出したじゃないですか。あれめっちゃ大変なんですよね。2、3日ぐらい普通にかかってるんで、それはマシニングとかでやりゃもうちょい早いんでしょうけど、早いんですけど、ないし、大変なんですよ。けどこれ 3D プリンターで作成するっていうのめっちゃ簡単ですからね。楽ちんポン。モデルデータ作れるんやったら、もう 3D プリント品は 3D プリンター買えばできるんでね、非常にいいですよね。ちなみに 3D プリンターで、これ1個1時間ぐらいかな。これが2時間ぐらい。これ2個で1時間半ぐらい。これで2時間半とかやったかな。でもほっとくだけなんで非常にいいですよね。
はい、というわけで結局一晩放置しまして接着剤の方硬化いたしました。もうまるでスイングアーム、めっちゃいい感じでしょう。でここにありますのがカブの純正スイングアームと、もうスイングアームの幅がね全然違うというのがね見て取れるかと思います。でよいしょ。でこちら 3D プリンターで作りました、1分の1スイングアームの模型、これで今からカブの車体に組み込んでいって干渉等々設計の寸法が合っているかどうかを確認していきたいと思います。でスイングアームにチェーン引きを取り付けていきたいと思います。ここら辺のデザインはまだ仮ですね。実際に組んでみて、もっとかっこいいデザインあるかなとかいう風にやっていこうと思います。3D プリンターなんであれなんですけど、こういう六角がはまるように設計してます。というわけでこちらまるでスイングアーム、これはいいでしょう。なかなかええなこれは。はい、こちらこれも試作したキャリパーサポート。どうですか。ほうなるほど、こういう感じですね。なるほど。実際はこのスイングアーム今水平みたいになってますけど、もう少し垂れ角をつけます。ここを上げたらいけるか。はい、こんな感じの垂れ角と、これもリンクつけていきやす。はい。これはやばいな。どうでしょうか、こちら。これはいいでしょう。かっこいいでしょう、これは。ねえ。このリンクロッドは車体の方にどこか固定するものを溶接してつけると。で、ユニットプロリンクっていうのはサスペンションの取り付けがフレームの上部にない、あるいは例えばエンジンヘッドにここがついてるとかフレームの上部についてるとかっていうのがなくて、このおおむねこの範囲で、ユニット化されてるっていうのがユニットプロリンクなんですよ。でユニットプロリンクって大体ここセンターに入ってるんですけど、入れれなかった設計上、入れようと思うとこれをもう150ミリぐらい200ミリぐらい向こうにやればいけたんですけど、いけないということで外側に持ってきました。外側に持ってきたことによってユニットプロリンクとはもう言えないよって言われるかもしれないですけど、いいかということで、こんな感じしました。いいでしょ
これはテンション上がるな。ちょっとストロークの感じとかを見たいんで、スプリングをちょっと取りたいなと思います。まあ部品がプラスチックなんであんまりこうきっちりとした動作を確認することはできないですね。しゃあない。まあしゃあないわ。ただまあなんとなくね、なんとなくの動作はわかるし、まあどこが干渉するかっていうのも見れるんで、まあ意味は大いにあるかなと。何よりもですね、この実際にこういう感じになるやろうなっていうのが見れるんで、非常にワクワク感がね、このモチベーションを維持するっていうのは大変なんですけど、これでね、まだやる気が維持できるということで、いいですね。まあ、水平よりちょっと垂れさすぐらいにしとこうと思います。結構きつめの垂れ角をやると、車高が上がりすぎて大変そうなんで、まあ、水平より3度、5度とかぐらいにするかも。まあ、間違いなく10度にすることはないと思うんですけど、レバー比っていうのがあるんですね。
タイヤが何センチ何ミリストロークした時にここが何ミリ、サスペンションが何ミリストロークするのかっていうのでレバー比っていうのが決まってるんですけど、このレバー比はここのリンクブロックを作り変えることとかで、対応できるということで、致命的な干渉とかがなければここである程度微調整ができるということで、まあおおむねこんな感じでやっていこうかなと思います。いや、いいでしょう、この感じ。オリジナル感あるでしょう。これはホイールがまあここら辺に来てたと思うんですけど、ここら辺のフレームの処理をどうするのかとか、楽しい妄想がつきませんね。ここにサイドカバーこうやってあるじゃないですか。これは残す方向でいきたいと思います。株っぽさを残す方向でいきたいなと。チェーンラインがかなり厳しくなるはず。計算上は 20mm 以上オフセットしてるんですよ。ホイールを素直にセンターに持ってきて、ホイールを加工せずにスプロケを置くと、フロントこっちのスプロケットを 20mm 以上オフセットしないといけないんで、かなり厳しいんですけど、ここら辺はなんとかしたいと。最悪ホイールを右側にセンターから外して取り付けてなどなど、あとこっちもいくらかオフセットさせてという感じですね。いやー、これをそんな話を試作もせずにやると鬱になるんですよ。なんですけど、こうやってモチベーションを維持することができると、さあまだ頑張ろうという感じになるということでやっていきたいと思います。仮組みしてみた結果、設計の方はおおむね問題なかったんですが、以前こちらの動画で紹介いたしましたこちらのキャリパーを、フロントにつけようとしてたんですけど、フロントには使わずにリアに使おうかなということで、キャリパーサポートも 3D プリンターで出力して、こんな感じでディスクのオフセットにちゃんと合ってるかどうかっていうのを試作して確認してみたところですね、おおむね合ってるんですけど、画像を入れますとここにホイールのスポークが干渉するということで、最低でもディスクを 8mm ぐらい外側にオフセットしないとこのキャリパーが使えないということは判明しました。で、じゃあ純正のキャリパー使えばいいやんっていう話なんですが、純正のキャリパーとマスターをですね買えば1万円ぐらいするので、できればこいつを使いたいということで、ディスクオフセットスペーサー的なものを作ってこいつを使うか、ヤフオクで WR の純正のキャリパーを買うか悩みどころでございます。あとですね、試作してホイールセンターの確認もしたかったんですけど、プラスチックなんでいかようにでもセンターに持ってこれてしまうし、おおむねの確認になりましたね、ホイールセンターに関して言えば。で、サスペンションをここに配置するっていう設計にした理由、軽く喋りましたけど、もともとはここで試作しているように真ん中、車体の真ん中にサスペンションを配置した設計を最初は考えてたんですが、スイングアームの長さが下部の純正よりもだいぶ長くなってしまうと、これで 100mm くらいロングになってるんですけど、この状況で見てもらえれば分かると思いますが、もうすでに 100mm ぐらいロングになってます。100mm ロングぐらいだとこれ真ん中に配置するスペースが作れないんですよね。作ったとしてもフレームの中にサスペンションが隠れてしまうんで、あんまりかっこよくないと。いや、それはそれでかっこいいんかもしれないんですけど、どうせなら目立つところに配置したいということで、こんな感じで真ん中に配置してサスペンションが見える位置までスイングアームを伸ばすと、純正比で200から300ミリロングぐらいのスイングアームになってしまうんで、それはちょっとなんか変だなということで、サイドにサスペンションを移動させることにしました。でね、もうこれでいいじゃないですか、かっこいいじゃないですか。だからもうこれでいくんですけど、
今後の課題点、難点なんですが、パイプを曲げる必要があるんですね。こっちはアルミ、この色はアルミで削り出します。この黒い色は鉄でいくんですけど、ここ鉄パイプを曲げる必要があるんですよね。このパイプを曲げるっていうのを僕はあんまり経験がなくて、できるかどうか分かりません。なので削り出し部品を作る前にパイプを曲げるための準備テスト等をこれからやっていきたいと思います。スイングアームとか、リンクとかを年末年始ずっと設計してたんですよ。これが非常に楽しくてですね、なかなかいい時間を過ごさせていただきました。なかなかいい感じにかっこよく仕上げてやろうと思っておりますので、皆様今後の動画もぜひお付き合いいただければと思います。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。